イエスは今すぐにそのことを母に伝えるように言った。母マリアはセツの言うことを聞いてびっくりした。イエスのおかげでセツが立ち直ったと母は嬉しそうにトマスに伝えた。家の中は喜びと平和がみなぎっていた。トマスの妻サラだけが悪の根源であった。彼女はセツの悪口を夫に告げ、自分をひどくいじめるなどと作り話を耳打ちした。さらに悪いことに、セツが仕事を終えてからルツとこっそり相引きしているなどとたちの悪い作り話を夫に告げた。さらにそそのかされたトマスはセツに口も聞かず、ひどい仕事だけをやらせた。しかしイエスを模範としていたセツはどんなに厳しい仕打ちを受けても我慢することができた。ある日のこと、急にトマスは口を開いてセツを嘘つき、バカ者と罵り始めた。セツは叫んだ。もうこんな家にいたくない。俺はお前の奴隷じゃないぞ。バカとはなんだ。あまりにもひどいじゃないか。トマスは立て続けに罵倒したので、セツはいたたまれず、オリーブの林へ逃れて行き、さめざめと泣いた。トマスの横にはイエスと母マリアがいた。母の厳しい表情を感じながらイエスは言った。ゆえなくして兄弟を怒る者は神の裁きにさらされるであろう。しかし兄弟に対してバカ者と罵る者は地獄に落ちるであろう。トマスはこの言葉を聞いてますます怒り狂った。俺がここの主人なんだ。俺に盾つくならここから叩き出してやるぞ。黙れ。さっさと自分の仕事をやるんだ。二度と俺に歯向かうんじゃないぞ。しかしイエスは黙っていなかった。実の弟を罵るなんて全く呆れたもんだ。セツの心はひどく傷ついてるから、このままでは家を出て行ってしまうだろうよ。しかもこの恨みをあちこちにばらまけば、我が家のいい恥さらしになるだろうよ。これでお前の仕事もおしまいだね。こんなお前だと分かったら、みんなお前から離れていってしまうからね。一つの国が分裂したら必ず滅びるものだ。家庭も同じだ。分裂する家は必ず滅びてしまうんだよ。イエスは微笑みながらトマスに言った。さあ、お前の心の中から憎しみの感情を追い出してしまいなさい。そして今すぐセツのところに行って謝ってくるんだね。そうしたらまた平和な家庭が戻ってくるだろうよ。トマスは仏頂面を下げて仕事場からすごすごと出て行き、オリーブの林に向かった。セツを見つけてから許してくれと懇願した。二人は今までのことを水に流して元の仲になった。母や弟および使用人の面前でイエスに恥をかかされたからである。その頃イエスは全身から神秘的な輝きを放つことがしばしばあり、彼の元にやってくる多くの人々に勇気と喜びを与えていた。時が経つにつれてトマスの恨みも朝露が太陽に照らされて蒸発するように次第と消えていった。妻のサラだけが相変わらず悪の種であった。彼女はどうにかしてみんなから慕われているイエスを自分の虜にしようと企んでいた。イエスは丘の斜面に立って大勢の人々の相談に預かっていた。斜面の草むらで車座に座り、一つの大家族のようであった。子供の問題や様々な悩み事、あるいは病気のことで相談を受けた。一人一人の母親に与えられる手短な答えは、誠に的確で、その言葉は宝のように大切にされた。話し合いが終わると、イエスは子供たちと遊び、折に触れて神の創造に関わる真理を例え話にして聞かせるのであった。自然界の生命、例えば種から芽が生じ、葉が生えて花が咲くといった植物の神秘、彼がアラビアの砂漠で経験したあらゆる出来事、彼をアラビアへ導いてくれた不思議な星の光、狼から羊を守るために命を落とした羊飼い、鳥、獣、人間、王様、次から次へと尽きることなく素晴らしい話を聞かせるのであった。イエスの話には必ずためになる真理が含まれており、話を聞いた直後には、この意味はああだこうだとしきりに囁き合っていた。どの話も神の深い慈悲を感じさせる内容ばかりであった。
さてイエスの夕べの集まりのことが伝わると、あちこちから問題を解決したいと願っている女たちが集まってきた。特に悲嘆に暮れている女や卑しいと見られている女が何日も旅をしてやってくるようになった。そんな様子を見たサラは、初めのうちはイエスを好いていたのであるが、次第に妬むようになり、ついに憎むようにさえ変化していった。そこでサラは夫に言った。表情の良くない女や、卑しい女が夜イエスのところにやってくるそうよ。きっと悪い噂が立つようになると思うわ。そうなれば、あなたの仕事に傷がつき、仕事ができなくなるんじゃないかしら。トマスはこのことを母マリアに話した。そしてこのような集まりを続けるなら、ここから出て行ってもらうと言い出した。大事な息子を失うまいとして、マリアはイエスにそのことを伝えた。彼女は女たちを集めないで、同じ年配の男たちを集めたらどうかと勧めた。子供たちがパンを求めているのに、どうして与えないでおられましょうか。とイエスは言った。マリアは悲しかった。イエスが民衆のために実に素晴らしい働きをしていることを知っていたからである。イエスの働きによって苦しんでいる民衆がどんなに救われていたことであろう。しかしイエスは母親の涙を見てマリアの勧めに従って夕べの集まりを中止することになった。イエスはすかさずこの原因は悪女サラの陰謀であることを察知した。それでイエスはサラと話すときははいといいえだけで応対することにした。サラはもっと困らせようと夫トマスを焚きつけた。トマスにイエスを追い出す考えをやめさせ、もっと家のために働かせようという魂胆であった。みんなの仕事が終わってから、なおもイエスを職場に残らせ、ランプの火の下で難しい仕事をさせようというのである。母の協力もあって、イエスは至極愉快に困難な仕事をやってのけた。サラは内心この計略は失敗したと思った。なんとかイエスの心をかき乱してやろうと思ったのであるが、彼はいつでも平然としていた。彼女に対する態度は常に丁寧で、変わったことといえば、彼女が何を話しかけても、ただはいといいえが返ってくるばかりであった。さて、イエスはある安息日に、タボル山の山頂に登った。そこで夕方まで祈り続け、天の御父と深く関わっていた。イエスは山から降りてナザレの近くまで来ると、突然嵐になり、辺りは真っ暗になった。しかし彼の頭や体からは、煌々と光を放っていた。そこにマリア・クローパス、イエスの叔母がやってきて、イエスの姿を見て驚いた。彼女は道端にひざまずき、礼拝するような格好でイエスに言った。あなたは神様をご覧になったのね。